国用デザインアワード2024最終審査会をご覧の皆様、大変お待たせいたしました。本日14時からファイナリストプレゼンテーションを行い、その後審査員による審議を行いました。これから受賞作品を発表し、審査員によるトークショーを20時まで行う予定です。ぜひ配信終了までご覧いただけますと幸いです。それでは第2部受賞作品発表&審査員トークショーを始めます。まずは本年度の審査員をご紹介させていただきます。はじめに 6D 代表アートディレクターグラフィックデザイナー岸野翔吾さんです。続きましてアトリエ剛種アーキテクズ代表建築家種剛さんです。続きましてデザイナー田村直さんです。続きまして照弘柳原スタジオデザイナー柳原照弘さんです。続きましてタクトプロジェクト代表デザイナー吉泉聡さんです。続きまして国用株式会社代表取締役社長黒田秀邦です。審査結果を発表させていただく前にファイナリストと受賞者に贈られるトロフィーと表彰状をご紹介いたします。今年のクリエイティブ全体のディレクション並びにビジュアルのアートディレクションは審査員の岸野翔吾さんに手掛けていただきました。国用からも代表デザイナーとして福島匠、品川至が参加しております。キービジュアルは今回のテーマプリミティブを本質の再定義と解釈したところから、本質を見抜く視点を表現するため目を要素として取り入れています。ビジュアルに用いられた目は平井俊和さんに制作いただいています。トロフィーは虫眼鏡をモチーフとしており、本質を見抜く視点をアイコニックに表現しています。また表彰状については今回メインビジュアルを表彰状にしながら、グランプリは特別に目の部分にステンレスをはめ込んだ仕様になっております。また本年度から全応募作品の中から学生の応募者を対象としてニュージェネレーション賞を設定いたしました。国用のパーパスであるワクワクする未来のワークとライフを予告するにちなみ、提出されたプレゼンテーションシートからワクワクする未来を予感させる提案として、優れたものを将来の期待を込めて国用社内審査により10作品選定いたしました。ニュージェネレーション賞は2月9日にオンラインによる表彰式を開催し、2月13日にホームページにて発表いたしました。ニュージェネレーション賞のトロフィーはその素材の持つ美しいデザインとともに未来の原石をテーマに制作されました。2種類の人工大理石の廃材をランダムに組み合わせることによって全て異なる柄や表情を持つデザインに仕上げています。受賞結果はホームページでもご確認いただけますので、国用デザインアワードのホームページかこちらの YouTube の説明欄をご確認ください。それでは国用デザインアワード2024のファイナリスト10組のご紹介をさせていただきます。ファイナリスト1組目、作品名削り鉛筆、作者伝のタスク様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト2組目、文具の素、作者山田康之様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト3組目、メメント、作者田中総一郎様です。おめでとうございます。
続きましてファイナリスト4組目フルート、作者坂本夏美様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト5組目作品名移ろう色鉛筆、作者大原伊吹様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト6組目作品名年輪定規、作者アースタジオのロ・ボクチ様、小宝様、陳陽様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト7組目作品名雫付箋、作者深高の佐藤孝明様、深澤真央様です。オンラインでのご参加となります。おめでとうございます。続きましてファイナリスト8組目作品名フィグエマルジョン、作者ワオのリオ・インチー様、チャン・イ・シェーン様です。おめでとうございます。座ってください。ありがとうございます。続きましてファイナリスト9組目作品名岩窟のノート、作者松本拓也様です。おめでとうございます。続きましてファイナリスト10組目作品名アットザモーメント、作者ランタの古井翔馬様、小林健様です。おめでとうございます。以上ファイナリスト10組を発表いたしました。それでは大変お待たせいたしました。それでは審査結果をオーディエンス賞、優秀賞、グランプリの順で発表いたします。まずは視聴者の皆様に投票していただいたオーディエンス賞を発表いたします。表彰状の授与は岸野翔吾さんにお願いいたします。岸野さん、前へお願いいたします。それでは視聴者の皆様から一番投票の多かったオーディエンス賞はメメントの田中総一郎様です。おめでとうございます。メメントは小石のような丸みを持った卓上で使う小さなホワイトボードです。石のような佇まいはデスクの上に風景を作ります。現代のせわしなさと原始の時間の流れ、その中の中間にあるプロダクトです。それでは表彰状を授与させていただきます。おめでとうございます。カメラに向かって表彰状を見せてください。おめでとうございます。それでは席にお戻りください。岸野さん、ありがとうございました。続いて優秀賞を発表いたします。表彰状の授与は田根剛さんにお願いいたします。田根さん、前へお願いいたします。それでは優秀賞の発表をいたします。優秀賞1組目はメメント田中総一郎様です。メメントは小石のような丸みを持った卓上で使う小さなホワイトボードです。石のような佇まいはデスクの上に風景を作ります。現代のせわしなさと原始の時間の流れ、その中間にあるプロダクトです。それでは表彰状を授与させていただきます。おめでとうございます。続きましてトロフィーの授与をさせていただきます。おめでとうございます。それでは席にお戻りください。続きまして
優秀賞2組目の発表に移ります。優秀賞2組目は移ろう色鉛筆大原伊吹様です。移ろう色鉛筆は種から芽が出て葉が茂り花を咲かせて枯れゆく植物の一生を色鉛筆の色の移り変わりで表現しました。季節が移ろい草木が姿を変えるように使っていくうちに色が移ろい思いもよらない変化が楽しめるプロダクトです。それではまず表彰状を授与させていただきます。おめでとうございます。続きましてトロフィーを授与させていただきます。おめでとうございます。それでは大原様、席へお戻りください。続きまして優秀賞3組目の発表に移ります。優秀賞3組目は雫付箋深高佐藤孝明様深澤真央様です。おめでとうございます。雫付箋は雫が落ちたかのような付箋です。少し厚みがあることによって本をパラパラとめくり自然とそのページが開きます。ページのどこへでも自由に心置きなく印を残すことができるプロダクトです。それでは表彰状を授与させていただきます。おめでとうございます。続きましてトロフィーを授与させていただきます。おめでとうございます。以上優秀賞3組の発表になりました。種さんありがとうございました。席へお戻りください。はい、それでは、グランプリは国用株式会社代表取締役社長黒田秀邦より発表いたします。それでは、国用デザインアワード2024年グランプリを発表いたします。グランプリ作品名削り鉛筆作者名伝野拓様おめでとうございます。おめでとうございます。削り鉛筆は自分の欲しい形を自分で作る素材としてのプロダクトです。確立化された企画品では不自由を感じる人たちがいるという考えから生まれたプロダクトになります。おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてトロフィーを授与させていただきます。おめでとうございます。それでは伝野様より受賞コメントをいただきたいと思います。本日の作品の発表、こういう機会を与えていただきまして非常にありがたいと思っております。あと、私のことをですね長年応援してくれている、友人であったり家族であったり、そういう方々の協力のもとで、忙しい中ですけどもいろいろデザインを、引き続きやらせていただけたことがこの結果に結びついたと思っています。で、今回のこの作品を通してですねいろんな、私は手をちょっとテーマにずっと考えてきたんですけれども、いろいろな人それぞれで形が違うものを一つのデザインで、使い続けていくっていうのはやっぱり難しい時代だと私は思ってます。いろいろな人が自分のやっぱり思いで、いろいろ形を変えられるようなそういうプロダクトを長年生み出したいなと思っていましたので、こういういい結果と
評価をいただけて非常に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ここでグランプリ受賞の伝野様と黒田社長の記念撮影を入れさせていただきます。トロフィーと表彰状をお持ちいただき、前方のカメラですね、はいに向かって、笑顔でお願いいたします。ありがとうございます。おめでとうございます。それでは伝野様、黒田社長、席へお戻りください。それではここから審査員によるトークショーに移らせていただきますので、モデレーターをデザインジャーナリスト木田隆子様にバトンタッチさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ですね、もうつい先ほどまで白熱の審査会を終えたばかりなんですけれども、今年はテーマがプリミティブでしたよね。そしてプリミティブは本質の最低義であると。で私たちの時代から、デザインが生まれたのは私たちの時代よりも前の時代ですけれども、そこからデザインの世界にも進化があって、そしてその進化の未来の可能性を、探りたいということでこのテーマが選ばれました。そして実際の審査ということになっていったんですけれども、いろいろ審査の過程でいろんな審査員の方からの、皆さんと本当にシェアしたいと思う面白い考え方、発想、アイデア、コメントが出てきています。なのでちょっとですね、審査員の皆さんの改めて自己紹介と、それから今年審査なさってどんな印象だったか、そしてそのテーマに対してどんな思いを持って審査員としてこのアワードに挑まれたのか、なんかそのあたりのところをぜひ聞いてみたいと思います。じゃあどうしましょう。一番こちらから順番に参りましょうか。よろしくお願いいたします。審査員を務めさせていただきました、グラフィックデザイナーの岸野翔吾と申します。僕は今年から審査員として参加させていただいたので、どんな審査になるかなと思ってドキドキ参加しておりました。でプリミティブというテーマは、僕も当然デザイナーなんですごく素敵なテーマですが、とても簡単じゃないテーマだなと思って聞いていました。で当然その審査員として特にですね、この国用デザインアワードはテーマとどういうふうに関係してるんだっていうところが結構大きな指針になる部分なんで、特にその辺は注意深く見させていただきましたということもあるんですけども、僕は先ほどご紹介いただいたようにビジュアルを作るというところを担当させていただきましたんで、どちらかというと皆さんと同じようにプリミティブって何なんだろうかっていうふうに思いながらビジュアルデザインをさせていただきました。やはりちょっと解釈によってはすごく原始的なものっていうふうな捉われ方もするんで、それを自分なりにもどういうふうにやると皆さんに伝わるのかなと思いながら考えてみました。でやはりそれはビジュアルに表れているようになんていうかそのものの視点、けどそれはデザイナーそれぞれの人の視点なんだなと思いながらいましたので、その考え方を持って審査してたわけですけども、かなり幅もあったなという気もしております。やはりプリミティブという言葉にそのまま言葉に引きずられたものもかなり多かったと思いますし、だからこそ面白いものもあったなというふうに思いました。はい。こんにちは、建築家の種剛と申します。国の、このデザインアワードは、今回で5度目かなになりますが、やはり、僕自身も含めてデザインに関われる方々、このコンペという一つの形式は非常に重要でして、今回国用がもう21回目になるんですが、その
普段のデザインのお仕事では一歩一歩物事を進めながら確認をしたり調整をしたりするんですが、そうしながらだんだんとその未来の姿を作っていく、製品化をしていく。だけどコンペの場合は先にアイデアがあって、そこから先の未来を見据えていくというので、我々審査員の皆さんと一緒に長い時間かけてテーマというのを設定しました。それがプリミティブということで、今回の要件としてなっています。で、同時に今回もう一つ重要な要項というのを付け足したところがあります。で、そこにはアイデアが明快であること、社会的な課題を浮き彫りにすること、そして製品化の可能性というところで3つが大きく挙げられていました。その中で可能性というのは捉え方はそれぞれあるんですけれども、可能性というのは提案していただいた最終のファイナリスト、それによって出していただいたプロトタイプ、そこに製品としては完成度ではなくて可能性、それは我々審査員からさらにこのものが国用と製品化をする上でもっともっと創造性が高いものである、そうしたものが出してもらえるかっていうところに非常に期待をしていました。そうした視点でそれぞれ審査の最終議論、結論をしていく中でプリミティブとは何か、その一つはやはりそのこれから近代社会がどんどん成熟していき、物にあふれ便利なものや標準化、そうした社会的な課題があったんですが、やはり僕らはその本来の未来をどう作っていくか、そうした先に向かうんではなく、本来我々が生き物として生き方をどのようにそこから未来を考えていくか、そんなところから見たときに最終的な議論として非常に審査員の中でも意見が割れ、非常に今回の提案していただいたものが非常にデザインの考え方を創造性豊かな形で審査結果を出せたのかなというふうに思っております。ありがとうございます。田村さんはいかがですか？皆さんお疲れ様でした。プロダクトデザインを、メインにやっているデザインの田村直です。今回デザインアワードで本当に個人的な思いやストーリーをしっかりと立ててものを作るっていういろんなそれぞれの背景が見えて、すごく興味深く一つ一つ見せてもらいました。で、今回のテーマのプリミティブという、これだけ情報があふれる中で、もうその情報もそうですし、視覚的なものも一瞬でいろんな造形が手に入るこの時代に、どれだけそれをそぎ取って本当にそのもの自体の何のためにこれを作っているのか、でそこに純粋に自分の思いっていうか、自分のそれを作っている個人のなんていうかな、バックのストーリーを反映できているものっていうことで、なんか感覚的なことと機能性的なファンクションとエモーションっていうそのバランスっていうのがすごく最終審査を見て、そのバランスがすごく難しいな、もちろんアワードなのでストーリーっていうのをしっかりと作らなくてはいけないんだけれども、あまり感覚的になってしまってファンクションがついてこないっていうのもやっぱり問題だし、改めてファンクションとエモーション、そのバランスっていうのがものづくりには大切なんだなっていうのを皆さんの作品を見ながら、自分のデザインの仕事にかぶせながら見せて、すごく興味深い体験をさせていただきました。どれもすごく素晴らしかったので、選ぶのが大変でしたでもありがとうございました。ありがとうございます。柳原さんはいかがですか？はい、デザイナーの柳原と申します。まずは皆さん受賞おめでとうございます。今回のプリミティブというテーマで、ちょっと一ついつもと違ったのが、多分僕らが本質を読み込めないままに一次審査で落としているケースももしかしてあるんじゃないかなっていうぐらい、そうですか。やっぱりものとその
プレゼンテーションで、そのプレゼンテーションで聞いた時になんか良さが発見されるっていうものが結構多かったなと思ったので、なんかいつもよりプレゼンがすごく重要なコンペだったんじゃないかなと、はい、思います。であとはもう一つ今回欧米の人たちの受賞がすごい少なかった、なぜかなと思って、やっぱそれプリミティブっていう概念がちょっとさっきもちょっとみんなでね話してたんですけど、なんかその日本人が考えるプリミティブっていうとことなんか少し違う見方があるんじゃないかなっていうことで、これは深掘りしていくとデザインとしてもすごい面白いんじゃないかなと、はい、感じました。なるほど、はい、ちょっとそこの議論の時に私は席を外してて聞かなかったけど、じゃあちょっと後で一回戻ってもいいかもしれませんね。その捉え方ですよね、なんかそのプリミティブっていう、なんかそこで欧米の人たちが考えていることが僕らにとってなんかこう違った見え方になったのか、そもそもそのプリミティブっていう言葉がどういう言語、ネイティブな人たちにはどういう言語だったのかっていうところも、話してもいいんじゃないかなっていうのを感じましたね。なるほど、はい、わかりました。じゃあちょっとそのあたりは多分種さんとか田村さん海外をねそれぞれパリニューヨークで拠点にしてらっしゃるからプリミティブについてちょっと一度皆さんのお話聞いてから一回戻ってもいいかもしれませんね。はい、ありがとうございます。吉泉さんはいかがでしょう。皆さんこんばんは。タクトプロジェクトというデザインスタジオをやっております吉泉と言います。改めまして皆さんおめでとうございます。そうですね、プリミティブという、今年だけじゃないんですけどテーマを決めるときに本当にこちらにいらっしゃるメンバーとかなり時間をかけて本当にじっくり対話させていただくっていうのが、裏側のこのコンペのすごく特徴かなというふうに思っていて、すごくいいこととしてですね。でプリミティブって言葉に決まっていったわけですけど、プリミティブにいたいというかプリミティブになりたいということは、プリミティブじゃない状況みたいなのもあるわけですよね。でそういったことを打破していくというか考えていくっていうことがデザインっていうところも結構基本的なところとしてあると思うんですけど、プリミティブじゃいられないっていうところが何がそうさせてるかって、なんか社会の状況だったり要件だったり条件だったりするわけですよね。ある種バイアスみたいなところだと思うんですけど、そんなところをいろいろ皆さんと議論していく中で、今回このプロダクトを製品化するっていうのが結構このコンペの大きな命題にはなっているんですけど、これは今プロダクトにできると思えるということはある種今の条件で考えているところでもあるわけですよね。なのでプリミティブに戻って考えていった時に、これはそのプロダクトにすぐなるかは分からないけどとても大切なことを含んでいるんではないかってこともちゃんと評価したいねってことを話したっていうのがこのテーマなりの大切なところだったのかなというふうに思ってます。なので言葉としてさっき種さんもちょっと触れていらっしゃいましたけども、プロダクト製品化の可能性みたいな言葉にちょっと言葉が昨年は多分完成度みたいなこととかそういう言葉も使われてたと思うんですけど、ちょっと変わっている、それは大きくプロダクトを取り巻く環境そのものでもあるのかなと思っていたりします。そこをどういうふうに見ていくかっていうのが僕なりの興味だったりもしましたが、今日は本当身体性を伴って皆さんの作品を見れたっていうので、また二次審査とも変わって感じたことがあったんで、そんなところ話せたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。黒田さんはいかがでしょう。はい、受賞者の方々おめでとうございます。あとファイナリストの皆さんも、わざわざありがとうございました。そうですね、プリミティブは本当に、毎年そうなんですけどテーマは半分殴り合いでみんなで決まってるみたいなぐらいけんけんがくがくで、我々もその主催が企業としてですね
世の中にこういうテーマを投げかけることが、国用にとっても我々にとっても、いろんな新しい経験につながる、いろんな人たちと出会うとか、そういうテーマであるべきだということで、私は別にデザイナーでもクリエイターでもないですけども、国用としてはこういうことを今考えてるんだっていうのを皆さんに聞いていただいて、今回も難産でこうプリミティブに決まったという、最終審査会よりも揉めるという感じですよね。っていうことで、本当に今日の発表はですね、もうまず皆さんプレゼンテーションが本当に上手で、先ほど柳原さんあった通り、もう書類で僕らが議論してたのと今日の皆さんのプレゼンテーションを聞いて、ほとんどもう印象も変わるし、皆さんの伝えられたいことが本当にこう直接的に伝わってきて、それは本当にひとえに皆さんのプロトタイプだとかプレゼンテーションの作る能力だとか、そういったところが高いんだなっていうふうに感心いたしまして、我々の会社もそうありたいなというふうに思っています。はい、ぜひまた引き続き来年も懲りずに応募していただいたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。相当揉めたのですね、このプリミティブのテーマを決める時というのは。揉めるってさっきのは殴り合いは嘘ですよ。殴り合いなんかしたら競合集まってないですけど、ただやっぱりそれこそプリミティブのテーマっておっしゃったみたいに、立場によって皆さんのバックグラウンドって全然捉え方が違われますから、それをすり合わせていって、いやそれでもやっぱりプリミティブでいこうっていうようなプロセスだったなと思ってて、私は個人的にテーマを決める時が一番自分にとって勉強になるなと思って、いつもできるだけすぐ決まらないようにしてるんですけども。そうなんですね。いや、なんか製品化の可能性、製品化っていうことに関しても、例えばそのプリミティブ、本当に本質を定義し直すっていうことでプリミティブを選ばれたっていうことからすると、確かにさっき吉見さんが言われたように、すでに今の感覚みたいなことの中から考えられてすぐ製品化できるものが果たして何か未来への本質の投げかけになるのかっていうふうな、なんかそういう問いも含まれていたんですかね。種さんとか海外いつもパリにおられて、なんて言うんでしょう、非常にクリティックが盛んな国にいらっしゃって、いかがですか？そうですね、なんと言いますか、非常に今回も1400以上1480という応募数の中で、それぞれ全員がそれだけの数を見た中で、最終約15から最終のファイナリスト10名という、本当に皆さんの力あるプレゼンテーションの、書類審査ですねの中で選ばれてきた中で、ちょっと厳しい言い方をすれば、今回のプロトタイプは、個人的には非常にレベルは低かったです。で、非常に最初の初見のレベルの低さで、これを見てきたはずなのにこれしか出てこないのか、また期待していたものはこのプロトタイプというのは本当にそれでのデザイナーとしての自分が作りたいけれども、まだ技術や機械を使わずにこうしたものを作りたい。で、そのやっぱクオリティが非常に低かったのはちょっと残念でした。ただ一方で、かなりちょっと今回は厳しめに審査の中で質問させていただいたんですが、それはなぜかというと、皆さんおっしゃるようにプレゼンテーションが非常にうまかったので、そこに騙されたくないという一つの気持ちとして、プレゼンテーション言葉ではなくやっぱ物に何をこだわってるのか、本人たちが何をしたいのかっていうのをやっぱ自分なりに聞き出したいなと思って、ちょっと鋭い言葉を投げかけて、皆さん少し反論しにくいこともあったと思うんですけど、厳しめの質問フランスというのは議論を通すことによって自分の思考をもっと発展させるために言葉をお互い対話をして、自由な発言と自由な考え方をやることで考えを発展させるために議論っていうのがあるので、そういった意味でかなり言葉を投げかけて皆さんがどう反応するかというデザイナーとしての力を試させていただいたというふうにちょっと見ていただけると、意地悪したわけではないという感じです。
はい、そしてグランプリが決まった過程というのも素晴らしい議論がたくさんあったわけですけど、本当におめでとうございます。そしたらグランプリに関しては皆さん何か審査員としての、メッセージをいただきたいなと思います。じゃあ今度は黒田さんから。そうですね、あんまり先に喋っちゃうとみんな言うことなくなるかもしれませんけど、いや鉛筆とかノートっていうのは非常にこのアワードでは多く出てくるカテゴリーなんですけども、ある意味出尽くした感のあるカテゴリーかなと思ってるんですが、今回はやはりプリミティブっていうテーマで、先ほど蓮野さんのコメントにもあったように、やっぱり自分で作る、自分の好きなように作るっていう、そういうことが、本当にそのまんま表現されてるプロジェクトだったなというふうに思います。僕らのメンバーがですね、サンプル送ってもらったやつを削ったと、ですごい削って楽しかったとっていうコメントも審査の中では、国予チームの中ではありましてですね、非常にやっぱり、僕は削ってないですけども、結構大変なんですよねこれね。だけど、楽しいと、やっぱりそのプロセスも楽しかったということで、非常に単にこのプロダクトっていうことだけじゃなくて、これを削ったり使ってくるところから出る体験経験みたいなものが、非常に今回のプリミティブというテーマに非常に強くつながってた作品だなというふうに感じてます。はい。じゃあ吉泉さん。はい。この3つ並んでる写真でもう言葉がいらないっていうか強いですよね。そういうことかって多分ほぼ皆さん分かるぐらい強いアイディアかなっていうふうに思いました。すごくシンプルに強く体現されているテーマを思いましたね。その素材じゃないっていうか、完成されたもの、完成品を何らかの形で素材にもう一回戻していくみたいなことっていうのは、デザイナーは完成させたり人に与えるってことを仕事にしてそうな感じが一般的にはすると思うんですけど、もう一度素材に戻すみたいな役割っていうのがすごく現れているなと思っていて、その視点も素晴らしいなというふうに思って見ていました。ありがとうございます。柳原さんのはいかがですか。はい、今回のテーマじゃなければ僕らもしかして書類で落としてたんじゃないかなっていうぐらい、誰が見ても分かりやすさがあって、で、書類見てもまさかグランプリになる可能性っていうのも、すいませんね、受賞しておいてって言ったしておいて受賞になったんですけど、自分が思ってたもの以上にすごい使いやすかったんですよ。でそれがもう本当にポイントかなと思いました。で多分これを商品化という形でいくと、やっぱり材料が多いので、どうしても鉛筆の量産っていう形から、入っていくと作りやすさとか考えると今の、サイズになってくると思うんですけど、その視点じゃないっていう意味で、これはもう本当にすごいある意味国用へのカウンターでもあるというか、量産ではないところの良さっていうところを伝えるというもので、本当に今回のもうテーマにふさわしいんじゃないかなと、思っています。すごく直球だったっていうことですかね。三振かホームランかみたいな感じかなとは思うんですけど、なるほど。はい、田村さんはいかがですか。はい、もうド直球でこのプリミティブというテーマでこれを選んだら直球すぎて、そりゃそうだよねって言われるんじゃないかって思ったぐらい直球、直球だけどすごく素直な捉え方をしてもらえたなと思って、やっぱり
自分も含めてなんか最近ものを作る時になんかこううんちくではないですけどなんか無理やりテーマをこじつけてるみたいななんかこうテーマがないとなんかものを作ったらいけないじゃないけどなんかこうストーリーが先走ることがまあ自分も含めてあるし特にまあアワードっていうとそういうことがあるんですけどこれはもう本当にものが語るっていう素直さっていうのがすごくまあサクッと刺さったっていうこととすごく日本らしいある意味すごく日本らしいこれを削るっていう作業も日本人じゃないと多分やらないと思うんですよね。これ多分アメリカで売ったら誰もその根気もないし器用でもないしだからきちっとそれを握れるものをだからすごく日本らしい視点が私にはすごく刺さったなっていうそういうそうなんですね。まあねいつもアメリカにいらっしゃるから随分手先の器用さとかは確かに日本人とは違うのかもしれないですね。いや種さんはいかがですか？そうですね非常に、審査員としては勇気の皆さんも含めてこれを選ぶというのは勇気のいる仕事だったので、そこはやはり皆さんがチャレンジしてくれたことに応えるべきだというので思い切って、皆さんもかなりこう議論が湧き起こったのも含めてあったとは思ってます。でやっぱりプリミティブというテーマと基づいてそのモダンデザイン近代デザインっていうのはやっぱりこう工程が前向きで成長していったりそれを便利にしたりでもやっぱり生き死にの問題は扱わないんですよね近代デザインだけどこれはなんかもう一度忘れかけていたデザイン自体がこう本来作るべきものでその本来はやっぱり我々がこう身体的に感じるそこになんか僕自身もその未来感というか未来を見れるものにもう引き戻されるというかまたその追い越していくようななんかそういったものを排除しているぐらいこの力強さが出てかつ先ほどのプレゼンテーションの話もそうなんですけどやっぱ持った時の実体験のもう具体的なこのリアリティはもう説明もなく持った瞬間に我々がこうこれはと思わせたやっぱり物の力がそのプロトタイプの中でも先ほど木は違うとはおっしゃってたんですけどもそこにまだ可能性がここにいろんなこう長さや太さや芯の大きさやまたは染色をしたりその色をつけたりなんか何でもまだここから広がりそうなもう一回この原点にからこう未来を作れそうなところまでこう圧縮されたこう魅力を秘めているところで考えていくと非常に可能性を引き出してくれてるなっていうのは思っていたので感じです。これは僕も初めから先ほどの審査の時にもお話ししましたけども初めから面白いアイデアだなというふうに思っておりました。ですが確かにグランプリとなると皆さんに今お話しされた通りなんですけどテーマに合うことが重要だとは言いつつもかなり合いすぎてる部分があるんでその辺どうなのかなっていうのは確かに議論があったところですし僕も少し悩んだ部分ではありました。ですがまさにここに映っているようにもう見たら名前とこうビジュアルで何がしたいのか分かるっていうのが本当数秒もかからずに伝わるプロダクトなんで特に僕はこうなんていうか情報をこう視覚化してストレートに伝えるっていうことをいつも仕事にしてるんでそういう意味でもこの中では一番そのスピード感のあるプロダクトだなっていうふうなところで僕の中でのそのグランプリっていうところはそういうところで決まった部分ではあります。はい、ありがとうございます。会場にファイナリストの方皆さんいらっしゃるので、グランプリ受賞なさった伝野さんからちょっとコメントをいただいてもいいですか？関係者全員が今ここにいる形になります。作品についてですかね。いやいやまずはみんなからおめでとうございますがあるのでありがとうございます。あと質問などあれば。はい。ですね確かに
素直すぎるかなっていうのは確かに私も思っていまして、際どいなっていうのは自分でもちょっと思ってました。ただやっぱり見てすぐ分かるっていうのがその子供でも分かるっていうくらいまで落とせるかどうかっていうのは結構難しいところで、そこをやっぱり狙っていきたいし、コンペっていうこのスタイルもあるので、できれば幅広い層にすぐ伝わるようなものっていうのを結構真剣に考えたところです。でそれがあとやっぱり触ってもらうと意外と面白いなっていうのがよく伝わるのと、あとやっぱり一人一人が自分で削るところのその時間だったりとか、多分耐えきれない人も結構いると思うんですね。だからそこのご質問にあった時にその大きさだったり太さっていうのが、自分ではなんとか耐えられる、ボリュームかもしれないですけど、これが年齢だったりとか力とかその辺になった時に成立するかっていうのはやっぱりもう少し細かく分析しないといけない部分かなっていうふうには感じてます。はいはい、ありがとうございます。でもやっぱりご自身の手の大きさとかご自身の手の使い勝手からして従来の企画品の鉛筆がいつもしっくりこなかったっていう、なんかご自身の体験からスタートなさっているっていうところも非常に面白いなと思いました。ですね、あんまり人前で実は言いたくなかった部分もあってですね、コンペとは別なんですけど、鉛筆の持ち方がずっと変だっていうふうに教育の現場でも言われたことがあって、小さい時ですね。で、人前では正しいっていう、日本独自なのかもしれないですけど、持ち方っていうのを教わったやり方を人前ではやるんですけど、人が見てないところでは自分の持ち方をやるっていうのを、ずっと繰り返してきたというか、この年までそういうことをやってきたので、なんか持ちにくいっていうこと自体を人の前でさらけ出すっていうこと自体もちょっと恥ずかしかったっていうところは実はあります。でただそれを言えずにいた部分っていうのを何らか形に変えられないかっていう、だから素直なのかもしれないんですけど、今までちょっと言ってみたらちょっとネガティブな部分をどうやって解決するかっていうところだったかなっていう感じはします。はい、ありがとうございます。なんか最初ゆっくり話を聞いてかなり予定よりも時間が経ってしまっているんですけれども、なんか一言もしあったら大丈夫ですか？はい、じゃあ本当におめでとうございました。後で懇親会もありますので、その時にまたいろいろ話をしてください。そしたら次に優秀賞を受賞なさった3作品に関してこれも非常に面白い議論がたくさんありましたので、皆さんとシェアができたらいいなと思っています。最初はどうしましょう。田中総一郎さんのメメント、画像出ますか？はい、に関してですね、そうですね、吉泉さんいかがですか？はい、ですね、一次審査二次審査を通していいなって僕は思ってたんですけど、結構皆さん CG 上手なので田中さんに限らずプレゼンボードからは、この方がどういう方かとか正直わからないところもあるんですよね。で見た時にこれが最終残った時にかなり良くなるかかなり大ごけするかどっちかかなってちょっと心配してたんですよね。なんか素材感がいろんなことが CG ではまだ想像されたので、ただ今日ここに入ってきて初めて現物を見た時にこれはもうホームランの方に飛んでるなと思ってすごい良い出来だと思ってこれは良かったっていうのが第一印象です。そういう振れ幅が本当に最終と二次の間では田中さんに限らず皆さんあるので、やっぱりこれプロダクトなのでこの審査はすごく重要だなっていうのがまず思っているところです。でこれにちょっと具体的に入るとホワイトボードみたいなところの切り口はあるとは思うんですけども、世の中にいろんなプロダクトがあって物質性があるんですけども、その物質性が結構どうでもいいものっていうのが結構溢れてる気が僕自身もするんですよね。
でその中でいかに物質性というものを伴って置きたいものかというか、近くにいてほしいものかってことにもう一度考えていくっていうのはすごくデザイン的な作業なんじゃないかなというふうに思ってます。なので、きっかけはホワイトボードなのかもしれないですが、物質ってことに対してすごくセンシティブに考えてらっしゃる方なのかなというふうに思いました。結構裏ではいろんな議論があったんですけど、この素材はどうかというところがあったんですけど、プリミティブな、石のプレゼンの話なんかもありましたけども、磁器ってそもそも石みたいなところもあったりして、その中に無理のない釉薬みたいな形でこういった機能を実現してるってところ、なんか現代的なテクノロジーでこうとしてプラスチックにっていうのも形的にはできちゃうんでしょうけど、そうではないこの素材探しと実際作ってきているみたいなところに、僕自身はすごくいい作品だなと思って見ておりました。はい、ありがとうございます。田中さんのところにもマイクを行くことはできますか？おめでとうございます。ありがとうございます。なんか聞いてみたいこととかありますか、審査員の皆さんに。そうですね。まず質疑応答の時に結構緊張しすぎてしまって、種さんの質問が1個飛んじゃったんですけど、最後にこれがホワイトボードとして便利すぎることはプリミティブというのと乖離してないかという質問をいただいたんですが、その前に連続で質問いただいたんで、それだけ答えて終わってしまって、すごい後悔してたんですけどそのプリミティブとの乖離っていうところは、自分としてはまず現代を生きてる私たちは急に原始の生活に戻ることはできないし、プロダクトが急に戻ろうとしても多分ユーザーはついてこないと思うので、いかに今の生活の中でも使えるものでありつつ、原始的な感覚を覚えることができるものであるかっていうのをすごく考えて作ったものでした。ちょっとそこで素直じゃなく、もうちょっと考えすぎちゃったのかなっていうのは感じてるんですけど、このアイデアでできるところまでは行ったのではないかなと、できることはしたのではないかなと思っています。なんか皆さんの中からもしアドバイスなのか何か一言あれば、もう一方ぐらい時間があります。懇親会でいやゆっくりお話ができたらと思いますが、そうですね、ゆっくり話しましょう。じゃあいやアドバイスというよりも、プレゼンテーションで質問答えられなかったからグランプリじゃなかったわけじゃないですからね。それは気にしなくて大丈夫だと思うんですけど、でも一番プリミティブをどう今のさっきおっしゃってたみたいに時代に問いかけるかって、使ってる人にっていう意味で言うと、今日のファイナリストの中で一番チャレンジングなことをされてたんじゃないかなというふうに思ってますし、もっとアイディアはやれるところっておっしゃってますが、もっと例えばプロダクトを突き詰めていくとか、そういうところはまだまだ可能性があるんじゃないかって我々も話してましたんで、ここで諦めず、もっとより良くなるように何かご一緒できたらいいなと思ってます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら次は付箋ですね。雫付箋、深高さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。じゃあこれに関して審査員で岸野さん、お願いします。はい、おめでとうございます。素晴らしいアイデアだと思ってます。
これはもうかなり商品化、僕が決めることじゃ全くないんですけど近いんじゃないかなって勝手に思って見ておりましたが、僕は当然こう書いてあるのは当然雫で付箋って書いてあるんだけども、僕はずっとこう本なんでしおりの方が印象としては強くて、なのでこう何回剥がせるんだろうかみたいなところに頭がいってたんですけど付箋であれば、当然そんな何十回も貼って剥がさないので、それがどっちなんだろうな、どっちでもいいような気もするんですけど、どっちなんだろうかっていうふうに気がしつつ、とはいえこうデザインのアイデアからするとそもそもこれが涙なのか水滴なのかっていうのがあまりこう定まってないので、仮にこれが涙であれば当然こう付箋の方が文章を進めていく中で感情とリンクしやすいんで面白いだろうなと。けどそれが付箋って言われるとそんなにいっぱい泣くかな、泣かないかもしれないんだけどもみたいなところのちょっとズレがあるなっていうふうには思ってて、いまいち定まりにくくなっちゃったなっていうふうには思ったのと、先ほどもお話しさせていただきましたがやはり水滴ということであれば、仮に涙でも水滴でもどっちでもいいんですけども、それが見てわからないと特にこれは情緒的なアイデアなんで機能ではないと思うんですよね。実際こうなんていうか指の感覚がっていうふうなことよりももっと便利な付箋や付箋やこうしおりはいっぱいあると思うんですけど、どっちかというと情緒寄りのアイデアだと思うんで、その情緒というのはやっぱり見た感覚として見た目としてそれが瞬間的にそれこそ伝わらないとこのアイデアの面白さが付加価値の部分なんで、機能よりも付加価値の方がやっぱり大きいと思うんですよね。だからそのスピード感を出すことは商品化みたいなことをまた具体化、いっぱいね売れるような商品っていう意味でもないのかもしれないですけど、もう一歩このアイデアを研ぎ澄ましてどういうものがここにこう部屋にあると素敵なものに見えるかみたいなところっていうのはアイデアのその先の話にあるような気がするんで、そこはあと2度3度磨き上げられるすごく良いアイデアだというふうに思いました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。つながってますのでお二人にも、ちょっと受賞のコメントおよび審査員の方に聞いてみたいことがあれば。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、まず今コメントをいただいたことに関して、まず優秀賞という形で評価いただいたことありがとうございます。でコメントに関してその機能と情緒のバランスみたいなところは本当に我々自身も非常に戸惑ったところでして、少しちょっと我々の話をさせていただければ普段は我々 UX/UI デザイナーという肩書きでデジタルプロダクトですね、ウェブサイトだったりアプリを担当しているんですけれども、初めてリアルなプロダクトというものに挑戦させてもらう機会を今回得て、まさにその機能と情緒っていうののバランスがもう本当に難しいなっていうふうに思ったんですよね。はい、機能的に振りすぎても難しいし、情緒的に振りすぎてもそれはそれで使えないものになってしまうところでいつもやっているデジタルの仕事とはまた違った難しさが非常にあったなということを感じましたし、加えて一方でデザインというものの何か根源的な楽しさというか手触りだったりとかそういったものを再び思い出させてくれるそんないい機会になったなということを、まずはそういった機会をいただけたことに感謝したいと思っています。で、ちょっとぜひ質問してみたいことがはい、そうでなかったのは、どこを聞こえますでしょうか。ちょっと音声が途切れています。はい。はい、もう一度聞いてみたいことの後が聞こえていませんでしたので、お願いできますか。はい。聞いてみたいことがですね、岸野さんがちょっともうすでに答えられているかもしれないんですけども、実際に会場で触ってみて、どこが響いて、どこがあと一歩惜しいなと思われたのか率直に聞ければいいなと思いました。はい。じゃあ田根さんから答えてもらいましょうか。大丈夫かな。
雫線ですかね。この、プレゼンテーション、実は個人的に一次審査からかなり押して最後までずっと押してましたでそれはやはりストーリーであったりとか、文脈であったりとか、そういったコンテンツだったり、ことに近いものが重要ではあるんですけれども、やっぱりものが人生を救うことがたくさんあってですね、でそれで個人的にはこういった現代社会やグローバルや量産の中で、非常にポエジーが思ったものだけが、いわゆるプロダクショナルで非常に難しい時代の中でもこんなにシンプルな、提案で、情緒の話や、感情的な部分もあるんですけど、僕自身やっぱ記憶のデザインに近いなと思っているので、記憶は自分にとっても非常にテーマで、そのあたりが非常に響いていたところもあり、非常にこれはどうにかうまく上がるといいなという気持ちはあったんですが、残念ながら、ものがダメでした。というのはやっぱりそこに対するこだわりと、研究と、それこそもう審査員の方々からもあったその形というのは、単純に形だけではなくて、何をこれで、言葉を返さずにもので、それを感じさせるか、そこに対するこだわりや、食感も水だけやっぱむにゃむにゃしていて、やっぱりシリコン状の感触としてもあまり基地感があるので、樹脂系に感じたりとか、接着はもちろん技術的な解決策があるとも、かなり審査の時には厳しい質問としていくつか具体性や、耐久性の問題をどう考えているか、だからそこに対するやっぱりせっかくこの最終審査まで行った時に、ちょっと詰めが甘いのと同時に、やっぱプロトタイプの提案で、シートにペッペッと貼って審査に見てもらうっていう準備に対しても、やはりグランプリを狙うんであれば、もっとしっかりプレゼンテーションしてほしかったなっていうのが、個人的に非常にグッときた作品になりながら、デザイナーとしてどこまでをこだわってるのかっていうところがちょっと見えなかったり、惜しかったり、皆さん全然納得してくれなかったという感じですね。非常に面白かった提案でした。このあたりです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあまたアップデートしていってくださいね。実際本を読むときに使ってみたいなと、思ってる人も多いと思いますので、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。そしたら次は移ろう色鉛筆、大原伊吹さん。これはどうでしょう。柳原さんいかがですか。はい、審査の時にもお伝えしたんですけど、欲しいなと思ったのと、色鉛筆って機能性のやっぱりものなので、一つの色を作るとやっぱり2つがいい、選択肢が多い方がいいということで、やっぱり数を作っていかないといけないとか、欲しいものに、応えて作っていくということで、なんか色鉛筆の機能っていうところでしか商品開発すごい難しいと思うんですけど、これを一本にすることで一本でも売れるっていう、ところがなんかすごくいいなと思いました。で、色鉛筆もやっぱりすごい最高級色鉛筆って言ってもやっぱり3000円とか無理だと思うんですけど、これだと本当に3000円5000円でお花を贈るのと同じ、相手に対して、プロダクトではなくてなんか物語を送るっていうことができるということで、物だけではなくてやっぱりその物語が生まれてくるっていうところになんかやっぱりすごく、魅力がありました。はい、で、そこがすごく良かったなっていう点と、今僕はもうちょっと北欧のメーカーに色のカラースキームのデザインの仕事とかしてるんですけど、やっぱり同じように一つの時間軸、色選択の時に時間軸のテーマにするとすごく興味持ってもらうんです。で、なんか移ろうっていう言葉書いてるんですけど、やっぱり多分ヨーロッパの人たちにそのグラデーションっていう感覚があんまりなくて、でそれが
僕の色カラースキームの時にすごくやっぱり新鮮っていうことで、それに多分近いものだと思うんですけども、一つちょっとやっぱりこうした方がいいなと思ったのは、やっぱりこの移ろう色鉛筆ってなったんですけど、これ移ろう鉛筆でよかったんじゃないかなと思います。この色は逆に問題ではないというか、奈緒さんが言ったようにすごくこう文通のためのその鉛筆であれば、なんかやっぱり交換するって時間じゃないですか。なんかそれを視覚的に感じることができるんで、でも機能としては色鉛筆じゃなくて鉛筆なので、なんか色をつけることで、ただ単に文字がもっと違う物語が内包できるっていうことで、最初に僕がコンペでこういうのがいいなと思ってたのが、そういうものの中にいろんな背景を内包できるものを期待しているっていうことでは、なんかすごくぴったりだったので、はい押しました。そうですね、柳原さん最初からずっと押してらっしゃった感じでしたよね。そうですね、はい。なんですよ大原さんはマイクいきますか。大原さんの言葉もみんなでシェアしたいです。まずは賞をいただきてありがとうございます。で、今おっしゃっていただいたその色鉛筆じゃなくてよかったんじゃないかっていうのは、全然自分の頭の中になかったというか、色が出るし色鉛筆やろってすごい短絡的に名付けてしまったなっていうのを、これそもそも考えついた一番初めのことを思い出した時に、なんかそういうふうに名付けたので、なんかそういうところももうちょっと頭回ればよかったなっていうのは今すごい思いました。で、なんか海外の方のなんか色のグラデーションの移り変わり移ろうみたいななんかことがあんまりないって今おっしゃってたと思うんですけど、この作品名の英語訳を出すときになんかすごくそう移ろうっていうなんか意味合いの英単語がぴったしのものがなくて、もうなんかあんまりなんかこう文化としてそもそも違うのか、私の英語力が足りなかったのかわからないんですけど、なんか実はそこにちょっと苦労したりとかもして、はいなんかそこは最初のプリミティブっていうヨーロッパの人の考えるプリミティブと日本人の違いっていうのもなんかそこにあるのかなと思いましたね。そう田村さんもあれですよね、この作品に関してはなんかメッセージが。移ろうっていうその情緒的な英単語っていうのはないのかもしれないですよね。チェンジングシーズンになるんですごく合理的な表現になってしまって、このなんか詩的な情緒的な表現っていうのは英語にしてしまうとなかなか難しいんですけど、なんかでも一つの一年の季節を一本の鉛筆になんか封じ込めたところがすごく魅力的だなと思ったんですけど、やっぱり一回使ってその辺に置いといてまた使ってっていうのだと途切れ途切れになってしまうので、せっかくシーズンが季節がつながっていくっていう鉛筆なので、さっきも柳原さんも言いましたけど、例えば日記交換日記だったり、もしかしたら一人の日記でも、1月から12月まで日記書いてて色がふわっと変わっていったらすごく綺麗なので。綺麗ですよね。なんかでも刑務所とかシーズナルペンシルみたいな言い方だと、なんか季節の手紙も含めてなんか色が変わったりとか、なんかそうすると急に見え方とか考え方とか、なんかそういうイメージだ。そうだね。なんかこれをが商品化した時には、なんかコミュニケーションの仕方、せっかくこのつながりが美しいので、それが視覚的に出た時にどういうふうにグラデーションで見えてくるかみたいな見え方っていうのをまたこの次のステップで考えてくれると、なんか、ね、吉泉さんが言ったのが
ひまわりとか直接すぎるみたいなね。だからそこも含めてなんか多分考えてることはいいんですけど、もう少しこう本当にコンセプチュアルに商品として考えていくともっと魅力がですね。ね、そうですね。はい、そんな感じでした。でもどの作品に対してもそうですけれども、すごく熱心で熱いコメントがいっぱい出てきていまして、審査会で。だからその中でほんの一部しか今お伝えできてないですけれども、とっても素敵な作品なので頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい。そしたらですね、ファイナリストに残ってくださった皆さん一人一人に一つ一つの作品に関してのコメントのやり取りっていうのも、せっかくもうコロナも明けてもう全員、そして審査員もね、今までは種さんはパリで田村さんはニューヨークで、今回初めてなんですよね。全員がこうやってリアルで揃うことができたのが。なのでちょっと、皆さんの作品を、全員の作品を見ていきたいと思います。じゃあ文具の元出ますでしょうか。はい。山田康之さんの作品、これは黒田さんかな。お願いできますか。はい、非常に議論も活発に一番盛り上がったプレゼンテーションだったかなと思うんですけど、一つこのプロダクトのデザインなのか、例えばサービスとか仕組みのデザインなのかっていうところでいうと非常に新しい、どうしてもプロダクト寄りの我々コンペなので、でもそこが今日のプレゼンテーションでもう少し仕組みだとかサービスのところも含めたご提案があったんですが、そこの説明なくしてファイナリストまで来たっていうことは、実はプロダクトとしても非常にいいご提案だったんじゃないかなっていうふうに思っています。なので最後の方にちょっと盛り上がったみたいに、やはりどういう人向けのどういう形のバリエーションがあるのかっていうところをこちら側からデザインとしても提示したりとか、そのプラットフォームとしてのっていうのももちろんあり得ると思うんですけども、何かどういうセンシティブユーザーなのかインクルーシブデザインなのか、それとも自分のこだわりを作りたい人なのか、もうその辺をもう少し定義してプロダクトのデザインまで踏み込んで、これだからできるプロダクトなんだ、私もハサミ使わせてもらってすごく面白いなと思って、右と左全然違う大きさにしたらなんか切ってたら楽しいとかですね、なんかあるので、そこまで全然育てられるアイデアなんじゃないかなというふうに考えています。なのですごく発表も聞いててすごい面白かったです。はい、ありがとうございます。はい、なんか一言話されますか。はい、そうですね、普段はロボット作ったり、自動車とかロケットとかの技術を研究していて、ちょうどコロナ前にそういう何か技術を極めるってみたいなことに対して限界を感じて、ちょうど転職してデザイン工学部に入り、そのデザインのことも考える、エンジニアリングもするっていうのを両方やっていこうと、今やってきたんですね。でその中で考えている中では、すごく誰かに向けるってすごい難しいなと、それがビジネスにならないといけないしって考える中で、これをプレインティブってテーマの中で、じゃあみんなに向けて作るにはどうしたらいいか、届けたらいいかって考えた時に、いろいろ考えてこれを作ったんですけども、先ほどご指摘あった通り、何か具体的なものをもっと出すか、いやみんな考えてくださいっていうプレゼンにするかですごく考えてですね、ちょっともう少し具体的なものを提案できたらよかったなっていうふうに思いました。あとお隣にいる削り鉛筆を見た瞬間にもうやられたなとデジタルファブリケーションでいくか人間がやるかってところですごく迷ったって先ほど事前に喋ってたんですけども、振る方向を完全に間違えたなっていうふうに思って、完全にやられたなって思って待ってました。ありがとうございました。ありがとうございます。次はフルート、坂本さんの作品ですね。これは岸野さん、はい、お願いしたいと思います。はい、この作品は僕はスタートの時点から
勝手ながら推していたんですけども、先ほどのプレゼンテーションの時にも少しお話しさせていただいたんですが、やはり初め段ボールのラインからデザインがスタートしているんで、あと途中のプロダクトも拝見させていただいてて、でその時に段ボールじゃなくなって、今日の審査会でこの圧縮したモールドのようなものになっていたんですけど、逆にそのモールドで先ほど履かせていただいて、思いのほか皆さん履き心地がいいぞってなって、何でしょうね、足袋のような薄さとしっかりとした感じがあって、思いのほかいいなというふうに思いましたし、紙の新しい可能性みたいなものも感じられた。で当然先ほどね、この上のこのところの弱い感じっていうのは多分解消しないといけない部分はあるんだと思うんですけど、やっぱり物のスタート地点のフルートの形状が都合によって変わってしまったっていうふうにしかどうしてもスタート地点から見てるっていうのもあるんですけど、やっぱただ装飾だけのなんていうかデザインっていうものの弱さみたいなものはどうしても受けてしまって、正直初めの還付が一番良くて、どんどん目減りしたような感じはしました。やっぱりさっき田中さんもおっしゃられていたように、どんどんなんていうか物のクオリティが正直低かった。また段ボールでできないんだったら別のものの方がいいんじゃないかっていうような形としてですね、モールドになった瞬間にいろんな可能性が出てくるんで、そこで引っ張らない方が良かったのかな、履き心地は良かったって話はしつつもなんですけど、その辺の段ボール上でもっとやる可能性があったのか、やっぱ初めの起点は大事にした方がいいなというふうに思いました。坂本さん、何か一言話されますか？ありがとうございます。私も最初は、中身が詰まってない段ボールの薄い形状で、帯もそれになぞらうような形をしていたんですが、やっぱり発想は感性的なところから、こうしたいなというイメージを優先して、実際に落とし込んでいくときにやはり重さとかそのハードルっていうところをどっちを優先するかで非常に悩んで、最後まで悩みながら実際にモデルを作っていったんですけども、そこはちょっとクオリティが下がってしまった部分としては、私自身も悩んだ点でそちら側の方でもっと別の道を見つければよかったのかなというのは正直なところ思っています。ありがとうございます。そして大変たくさん審査会でも質問が出ていた年輪定規、アーススタジオさんおめでとうございます。種さんにお願いしましょうか。おめでとうございます。その最初のプレゼンテーションから、このプロトタイプになるときに、僕自身はそれが当初のアイデアがどのように発展したかっていうふうな見方をしていました。で同時にこの場所に来てのプレゼンテーションのいわゆる提案の仕方から、物事のストーリー、特に思想的なところも含めて非常に感銘を受けて、もうトップレベルのプレゼンテーションで圧倒された分、そこは多分非常に議論に熱が入って、いろんな考え方を聞いてみたいというところでお話を聞かせてもらいました。ただ、その議論と実際の最終的なものになった時に、やはり一歩引いた時にデザインっていうものはやはりデモクラシー、多くの民の文化や我々の豊かさをどのように作っていくか。でそこと何度か表現の中にあったこのアートのレベルまで引き上げていきたい。それが誰に向けたものなのか、何のための道具なのか、そこに使う人たちの具体的な日々の生活をどのように豊かにしたいのかっていうところまでのつながりが見えず、それであれば普通の木の棒とそこに対してついている数字がついてるかついてないか、規則性も含めて何がここにあるのかっていうところの可能性がなかなか見えないなというところで、審査の中でもあまり答えのいろんな議論あった中の反応としては、票が最終的なところで見えてこなかったなっていうのが結論としてあります。アースタジオさん、少し話されますか。
はい。非常感谢评委的意见，然后我们其实说实话可能会有一些失礼的，就是我们最初在提出这个草案的时候，可能因为我们还提出了一些其他的作品，包括这个作品它最初的那个样式可能是一种和现在区别比较大。可能也是因为我们当初只是为了捕捉一个自然中春夏秋冬变化以及树木的这种带给我们的感动，然后可能就瞬间的把这个草案做完提交上去了。但是从那一刻开始，我们反而开始去思考这个尺子到底应该怎么用，应该怎么表现树木的魅力、年轮，甚至它应该如何在现实中去使用。然后在这个过程中，可能也遇到了很多纠结和问题，以至于到最后，它和前面的尺子反而会有一些区别。所以我现在会觉得，我们到底是该尊重最初的一些灵感，或者对于生活中带给我们的感动呢，还是去坚持一些其他的东西？可能这也会变成一个作为设计师的primitive 本质的探索。谢谢大家。深掘りというところに重視するのかということは今またもう一度考え直す必要があります。ありがとうございます。そして今日はファイナリストの皆さん全員と審査員の方々に話していただくというのがポイントの回なので、じゃあ次は、フィグエマルジョンワオさんですね。これ柳原さんにお願いしてもよろしいですか？はい、学生ですか？我想问一下。Are you a student？是的，我们正在上大学。はい、大学生です。なんか学生でプレゼンテーションワオとかプロダクトもそうなんですけど、やっぱプレゼンするっていうプロの本質をやっぱりちゃんと伝えたっていうのですごく良かったです。で、中国の学校というかデザインの中で。こういうプレゼンができるっていうのはちょっとやっぱり日本の中の危機感もすごく感じましたね。そうですか。いやすごく伝わりました。はい、なんかデザインの本質である楽しさっていうところを追求するっていうところで、イチジク自体のなんか自分の体験の中でそのイチジク自体にすごく感動することってあんまりなかったので、最初はどうかなと思ったんですけど、やっぱりシンプルな、興味の中からプロダクトに落とし込むっていうところで実際のものもちゃんとノリとして機能してるし、このクオリティの高さを本当に学生でやれてるっていうのにびっくりしたし、将来すごく楽しみ、なのでまた多分別の機会でも、合うんじゃないかなと思ってます。なんかあと黒田社長がこれ商品化したいって言ってるのでちゃんとプレゼンテーションして賞はもらえなかったかもしれないんですけど、すごく未来はつながっていくんじゃないかなと思います。はい、おめでとうございます。ワオさんから一言、受賞のコメントをいただけますか？首先非常感谢评委们的评论，然后也让我感觉到很惊喜。然后因为我很喜欢因为我本身很喜欢 Kokuyu 这个牌子吧，然后我也经常会使用，然后所以我们参加了这次比赛，然后我们拿到了本质这个题目的时候，然后我们就会去思考什么是本质，然后我的理解的话就是我们有一起讨论，然后什么是本质，那我们经过讨论，我觉得我们的理解就是本质是一种对生活或者是对自然的一种自然而然的状态，或者是一些比较愉悦的瞬间，能够联想到生活中或者是自己童年中的一些感动吧。然后希望可以把它体现到我们使用的产品上，大概是这样的一种感觉。然后我们就想到了胶水，因为胶水我平时在使用的过程中确实会有一些担心它会沾得到都是一种
で、不是那么讨喜的一个产品，所以我希望就是能够设计一款让人喜爱的胶水，就是至少愿意去用，甚至是它涂抹在身上、涂抹在手上也不会去特別担忧的那种状態。いたずらで自分の体とか手とかに塗りつけられても嫌な感じがしないような作品できないかなと思いまして作りました。就是希望在使用的过程中，可以让人们感觉到很开心，或者是很放松。然后在捏的过程中，也希望能够有一些治愈的感觉，就更好了。ちょっと癒されるようなヒーリングされるようなそういった感覚をもたらせたらいいなと考えて作りました。はい、ありがとうございます。非常感謝您的分享。そしたら次は松本拓也さんの岩窟のノートですね。おめでとうございます。田村さんが話してくださいます。おめでとうございます。この作品も、グランプリ取られた鉛筆と同じように割と直球でプリミティブというテーマを視覚化してくれたなっていうのが第一印象だったんですけれども、今日プロトタイプを見てやっぱりさっきも、コメントしてる人がいたと思うんですけど、表紙と中とのギャップがストーリーがしっかり伝わってる表紙と中のこのディスコネクトというかつながりがちょっと激しかったというか、で中の紙質もなんかこう手でこうザラザラと触って描くっていうような紙質じゃなくて、どちらかというとこうボールペンできちっと描くような割と繊細な紙だったので、なんかこう例えばこうノートを開いた時にこの開いた中のところは少しまだエンボスが入っているとか、上が少しエンボスが入っていながらグラデーションでその機能性っていうところをおっしゃってたと思うんですけど、書きやすいところにつながるとか、なんかこうつながりが欲しかったなっていうのが、残念だなと思ったんですけど、なんかこの手の写真と四角いガサガサのインパクトはすごく良かったので、もうワンプッシュだったなっていうのが、感想でした。はい、松本さん一言お願いします。コメントいただきありがとうございます。こういうデザインアワードに応募するのはちょっと初めての経験だったんですけれども、そうですね、アイデアの展開をどう進めていこうかっていうところがすごく悩みまして、個人的にはもうちょっといろいろ詰められたんじゃないかなっていうところが今感じています。プリミティブっていうテーマはすごく取り組んでいて楽しい、テーマで楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら最後になりましたが、アットザモーメント、ランタさんですね。これは吉泉さんにお願いします。はい、時間大丈夫かな。はい、改めましておめでとうございます。今なんかファイナリストでお迎えしてるのになんか結構厳しい言葉ばっかり言ってた感じがして何の場だろうと思ってちょっと反省してたんですけど、お二人は去年もファイナリストでこの場でもお会いしてるなって記憶してるんで、それだけですごいことだと思います。で二次審査まで今日を迎えるまではなんかすごく期待感を皆さん持ってたアイディアだったと思います。でちょっと今日損してるというか、なんかこうちょっとずれちゃったなっていうところは、その時計を使っているというところに対するなんか説明がいまいちこう入ってこなくてっていうか、ほぼなかったんじゃないかぐらいな感じがあるんですけど、そのモーメントっていうところと気づきみたいなところの説明が主だっていて、で時計っていうのはある意味ではそういい入り口になるかもしれないしバイアスになるかもしれない、ここを聞きたい、どっちなんだろうっていうのがちょっとクリアじゃなかったっていうところがもったいなかったなというところで感想を持ちました。はい、嫌いにならずにまた来年ぜひ出していただけたらいいんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。ね、じゃあランタさんからも一言いただけますか。はい、コメントありがとうございます。
僕らも本当にやっぱりこの作品はその時計っていう側面とモビールっていう2つの側面があって、それをどうバランスよく提案するかっていうところで、その提案の方向性も結構いろんな方向性が考えられて、そのどの方向でいくかっていうところも結構悩んだところではあったので、そこで今回こういった提案にはなったんですけれども、やっぱり審査員の方のいろんな意見聞いて、やっぱりこういった伝え方もあったなっていうところがちょっと反省でもあり、今後のブラッシュアップするいいポイントを聞けたなと思いますので、これをきっかけにまたもっといい作品をブラッシュアップして作れていけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかあっという間に時間が経ってしまったんですけれども、国用デザインアワードは今年21回目で、もう20年という歴史を積み重ねてこられて、そしてこれからさらにまた次の時代のデザインを考える皆さんと共に歩んでいきたいなというふうに黒田さんは多分考えてらっしゃると思います。なので皆さんもまたこれをきっかけに新しいステージに向かって行っていただきたいと思いますし、今年のこのプリミティブというテーマがですね、今までの国用デザインアワードをさらにステップアップ、ステージアップしていく一つのきっかけになっていくなっていう予感がしています。そしたらですね、最後に黒田社長、この2024年の国用デザインアワードいかがでしたか。総評をお願いいたします。はい、ありがとうございます。改めまして国用の黒田です。本日は長時間皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。何よりもファイナリストの皆様おめでとうございます。そしてグランプリ優秀賞の方々もおめでとうございます。審査員の方々1年間ありがとうございました。プリミティブの旅が終わろうとしてるんですけども、木田隆子さんもいつもありがとうございます。本当に国はこういう取り組みを21年間21回続けることができてるんですけども、一重に応募していただく皆さんのおかげでこの活動っていうのが続けられてます。昔木田さんとデザインアワードで最初に褒めていただいたのを覚えてるんですけど、これはもうデザインの運動だよねと、デザインの民主化運動だと、私手伝うわってその時おっしゃっていただいてて、そうでございました。で本当にたくさんの方々の応募していただく皆さんのおかげで、国用はやっぱりデザインとかクリエイティブで少しでも世の中が良くなるっていうことを信じている会社の一つでありまして、もちろんそれを商品とかサービスで世の中にお返しすることもあるんですが、皆さんと一緒にこのデザインアワードで本当に今デザインで考えるべきことは何なのか、どういうアウトプットを世の中に出すと世の中がもっと良くなるのか、そういうことを皆さんの力を借りてですね、こうやって1年ごとに新しいテーマを設定しながら進めさせていただいているのは本当にありがたいことだなというふうに思っています。本当にファイナリストに選ばれなかった方もおられますし、今日ここの場でも優秀賞グランプリ取れなかった方々もおられますが、まだ皆様のアイディアっていうのは本当に一回出た世の日の目を浴びただけですんで、まだまだここから先どんどん育てていくことも可能かと思いますし、また新しいアイディアもそこから生まれてくることだと思いますので、ぜひ皆さんのそういうクリエイティブなデザインの活動っていうのはどんどん続けていただきたいと思いますし、もし我々の来年のテーマがまた皆さんとまだ決まってませんけども、興味がおありであればですね、ぜひとも応募いただきたいというふうに思っています。皆さんと一緒に世の中でデザインとかこういうクリエイティブなアプローチをですね、もっともっと広げて高めていきたいなというふうに思っています。今年も1年間ありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは国用デザインアワード2024年のトーク、終了いたします。真鍋さんにお返しいたします。はい、木田さんありがとうございました。ここで本アワード受賞作品の製品化についてご紹介いたします。2021年グランプリ作品ラエが製品化し、
2023年7月5日より販売を開始いたしました。お取り扱いは国用の直営店ザ・キャンパスショップシンク・オブ・シングス国用ドアーズの3店舗と国用公式ステーショナリーオンラインショップとなります。また2018年優秀賞作品スマートなダブルクリップが2023年度グッドデザイン金賞を受賞いたしました。ホームページでは商品化に至るまでのプロダクトストーリーも公開しておりますのでぜひご覧ください。最後になりますが、来週3月19日より国用品川オフィス内ザ・キャンパスショップにて今回のファイナリスト作品展示を行います。ファイナリストの作品とプレゼンテーションシートを展示し、先ほどファイナリストと受賞者に授与された表彰状とトロフィーも展示いたします。4月5日まで開催予定ですのでぜひご来場いただけますと幸いです。それでは、国用デザインアワード2024受賞作品発表&トークショーを終了させていただきます。長らくご視聴いただきありがとうございました。では審査員の皆様、カメラに向かって手を振ってお別れでお願いいたしますありがとうございました。